中国が領有権を主張している尖閣諸島。現在は無人島ですが、かつてそこに日本人200人以上が暮らす活気あふれる村があったことをご存知でしょうか。ある一人の実業家によって無人島は日本が領有し、荒れ果てた島は一大拠点へと姿を変えていきました。その人物は古賀達四郎。彼は日本政府が正式に調査を開始する前からすでに尖閣諸島に目をつけていました。まずその歴史を振り返ります。第1章、古賀達四郎による開拓。福岡県出身の実業家古賀達四郎は1879年に沖縄に渡り、お茶や海産物の商売をしていました。1884年、彼は新しい漁場や当時高値で取引されていたアホウドリの羽毛、タイ米の甲羅を求めて独自に探検船を出しました。その際に尖閣諸島にたどり着き、そこが無人島であることを確信したのです。尖閣諸島は商売になると考えた古賀達四郎は1885年に沖縄県を通じ明治政府に対して島を借りて事業を行いたいという拝借願いを提出します。当時沖縄県は尖閣諸島が管轄内か判断できなかったため、中央政府に尖閣諸島について調査の依頼を行います。依頼を受け、政府内では尖閣諸島を領有するかについて様々な意見が出ますが、当時隣国である清と朝鮮をめぐり緊張状態が継続していたことから慎重な調査が必要と判断します。日本政府は10年間の間に幾度も現地調査を行い、他国の建物や管理している形跡が一切ないことを慎重に調査し、尖閣諸島が他国の支配にない無主地であることを確認しています。そして1895年1月、国際法上のルールである宣戦の法理に基づき、日本政府は閣議決定によって尖閣諸島を正式に日本領である沖縄県へ編入します。当時の国際法では、1、無主地であること、2、領有の意思を示すこと、3、実効的な支配。この条件を満たすことで自国の領土として認められました。日本政府が尖閣諸島を日本領に編入を決定した翌年、ついに古賀達四郎は国から30年間の無償貸与を認められます。1896年、古賀達四郎は従業員を連れて島へ渡りました。古賀達四郎が尖閣諸島で始めた主な事業はアホウドリの羽毛採取と鰹節工場の2つでした。当時ヨーロッパでは帽子の飾りやクッションとして羽毛の需要が高まっていました。古賀達四郎は尖閣諸島からアホウドリ羽毛を輸出し、現在の価値で数億円規模の利益を叩き出したと言われています。そして時代の流れとともに羽毛の需要が落ち着くと、次の一手として鰹節事業に力を注ぎます。魚釣島に頑丈な石造りの鰹節工場を建設し、取れたての鰹を加工出荷していました。出荷された鰹節は桑島鰹節、尖閣鰹節の名で流通しました。事業を展開すると同時にインフラ整備を進め、貯水池を作り、船が接岸できる設備を整え、さらには農地を開墾して野菜を育て、島での自給自足体制を整えました。そこには一つの小さな村が存在していたのです。最盛期には島には99世帯248人が暮らしていたとされています。そして1909年、古賀達四郎は産業の発展に大きく貢献したとして明治政府から蘭寿褒章を受章します。第2章、尖閣諸島の私有地化。1918年、古賀達四郎は他界、息子の古賀善治が事業を引き継ぎます。古賀善治は鰹節事業に加え、剥製の製作など新しい事業にも挑戦しました。1919年12月26日、中国福建省関の漁船金愛丸が漂流し、
尖閣諸島の魚釣島に漂着します。魚釣島の鰹節工場の作業員らが漂着した中国の漁民31人を発見し救助しました。救助後、中国の漁民たちは石垣島の役場に移送された後、中国に送還されました。1920年5月20日、当時の中華民国長崎領事は救助に当たった石垣村魚釣島の住人に対し感謝状を送っています。感謝状には彼らが遭難した場所について日本帝国、沖縄県八重山郡、尖閣列島内と明記されており、当時の中華民国側が尖閣諸島を日本の領土の一部として認識していた歴史的資料としても知られています。1932年、それまで国から島を借りていた古賀禅師は政府から魚釣島、久場島、北古島、南古島の4島を正式に買い取りました。つまり尖閣諸島は日本の国有地であるだけでなく、日本人が国から購入した私有地になったのです。しかし1940年、尖閣諸島にも第二次世界大戦の足音が近づき、工場を動かすための燃料が入手困難となり、さらに島と沖縄本島を結ぶ定期船が軍事優先となって出せなくなりました。そして戦時下で高級品だった鰹節や羽毛の市場が縮小し、古賀禅師は事業の撤退を決意します。こうして40年以上にわたる古賀家による有人島時代は幕を閉じ、尖閣諸島は再び波音だけが響く静かな無人島へと戻っていったのです。第3章、アメリカ統治下における尖閣諸島。戦後、沖縄とともに尖閣諸島はアメリカの統治下に置かれました。しかし島が古賀家の私有地であるという事実は変わりません。アメリカ軍は尖閣諸島の一部、大正島や久場島を爆撃場として使用する際、地主である古賀禅師に賃借料を支払っていました。当時のアメリカが一個人の所有権を認め、使用料を支払い島を使用していたのです。第4章、尖閣諸島の国有化。そして現代、沖縄返還後の1972年から1978年にかけて、魚釣島、北古島、南古島、久場島の4島が古賀家から栗原家へと売却されました。そして2012年、東京都知事の石原慎太郎が東京都が尖閣諸島を買い取ると発表し、全国から約14億円の寄付金が集まり、大きな社会現象となりました。これに対し日本政府は、都が所有するよりも国が管理する方が安定的に維持できると判断。2012年9月、日本政府は栗原家から魚釣島、北古島、南古島の3島を20億5000万円で購入。これにより尖閣諸島は個人の私有地から国有地へと変わりました。しかし中国は国有化に強く反発し、それまで以上に公船を派遣する動きを加速させたのです。ではなぜ中国が尖閣諸島の領有を主張するようになったのでしょうか。それは国連が出した一つの調査報告書でした。1969年、国連の機関が尖閣諸島周辺の海底調査を行いました。その結果、世界中に衝撃が走ります。報告書にはこのように書かれていました。尖閣諸島近海を含む東シナ海大陸棚は世界有数の石油埋蔵地域になり得る。この国連の調査から2年後の1971年、まず台湾が、続いて中国が公式に尖閣諸島の領有権を主張し始めます。そして現在の中国の狙いは石油だけではなく、太平洋へと進出する軍事的な拠点、いわゆる第一列島線を突破するための鍵として尖閣諸島を位置づけています。中国が尖閣諸島の占有を主張し始めたのは、海底に資源が見つかった1970年代以降。歴史を紐解けば、どちらに正当性があるかは
もはや説明不要かもしれません。しかし正当性があるからといって尖閣問題を野放しにはできません。2025年においてはほぼ1年間尖閣諸島の接続水域に中国船が配備されている状況です。これは既成事実を作ろうとする静かなる侵略とも言えるでしょう。今私たちにできること、それは正しい知識と問題意識を持ち冷静に尖閣問題について考えること。国民の関心こそが他国への強い抑止力につながるのではないでしょうか。あなたは尖閣問題をどのように考えますか？ぜひコメントください。